また会えましたね。USJ によって暗黒面に落とされた男、つむぎむです。今日は2月18日、水曜日です。現在の USJ は、すでに Z の新しいアトラクションが始まっているものの、それ以外特に何もないシーズンです。でも、3月からは順次イベントも始まり、3月末には、おおむね全ての大型企画がスタートします。季節の移り目って感じっすね。パークではあちこちで変化が起きてます。ということで、今回の動画では、パークが実際にはどれくらい空いているのかと合わせて紹介します。さてさて、冒頭にもお伝えした通り、今はシーズンの変わり目の時期です。パークではあちこちで工事がスタートしているらしいですね。特に25周年企画で一番楽しみにしてるカーズコレクションにも動きがあったみたいなので、非常に楽しみっす。そういえば先日アップした動画で、マクドナルドからマックシェイクが消えたという話をしましたが、復活したそうです。それは良かった。話を戻します。USJ の混雑度ですが、あるものが大きく影響すると期待する声が多いです。それは、現在、中国政府が推進している反日運動ですね。日中の関係は現在また悪化しており、現在、中国領事館などは、日本は危険な国、治安が最悪と煽り立てて、渡航自粛を呼びかけています。日本のことゴッサムシティか何かだと思ってる？その影響もあってか、いつも中国人の人気スポット上位にいた日本のランキングは大幅に下がったそうで、それで USJ も空いてるかも、と期待する声は多いようです。果たしてどうでしょうね。今、目の前に見えている無装飾のコロシアムアーチも、よく見ると左右に支柱みたいなのがついていますね。後日、装飾も加えられたそうです。ネットではやたら15周年の時の装飾が人気ですが、アーシはあまり派手すぎるのが好まないので、こっちの方が好きですかね。あ、オープンコールが鳴り始めましたね。ただいまの時刻は9時。たまにフライングして開園することもありますが、最近はしないんですよね。エントランスはゲストでパンパンです。あ、パンパンってのは隠語の方ではなくて、新しい保安検査場が設けられてから運用方法にも変化があり、最近ではエントランスがいっぱいになった段階で保安検査場はストップしちゃうみたいですね。なので今日みたいな状況ですと8時40分に保安検査場で並んでいたとしても開園時間の9時になるまで20分間は意図的にゆっくりしか進めないみたいです。おっと、保安検査場は今日もいっぱいっすね。ドケドケドケ。アーシを誰だと思ってる。はとこが弁護士のつむぎむ様やぞ。ということで9時10分検査終了。比較的早く終わりましたが、ここから入場ゲートに並ばないといけないわけです。やっぱりたくさん並んでるっすね。これは毎回話していることですが、USJ の入場ゲートには左右があり、手前の列、つまり右側ゲートの方が混みやすい傾向にあるんですね。ほぼ例外なく右は混んでます。手前にあるから、ここに人が集まるんでしょうね。とりあえず人をかき分けて、左側のゲートを目指します。はい、やっと着きましたが、こっちも大差ないですね。さすがにここまで定員オーバーだと左右の違いはほとんどありません。それでも右側ゲートが左よりも早く入場できる可能性は極端に低いので、多少無理をしてでも左に並ぶことをお勧めします。9時20分インパしました。入場は10分程度でした。なんか SNS ではしばし、保安検査は大失敗みたいな苦情が多く書かれていますが、結構スムーズに入場できますし、別に前の方が良かったとも思わないんですけどね。そもそも本音 USJ もやりたくてやっているわけではありませんし、ですので、絶対利益になってないよね、というのは、的外れな批判な気もします。まあ保安検査場を設置したせいで、エントランスの景観は、ぐちゃぐちゃですが、そうそう開園してから、今20分経ったことになりますが、任天堂エリアの整理券は、まだ配布されてません。傾向としてはだいたい30分後くらいに整理券対応になることが多いので、しばらく待ちましょう。では少し寄り道、カーズコレクションの予定地に変化があったらしいので、見に行きます。ここでは、バックドラフト、バックトゥーザフューチャー、ブルースブラザース、アメリカングラフィティの車が展示される予定です。まあいずれもすでに保有している車の流用ですが、ブルースモービルだけは新規っぽいですね。この令和の時代に新規のブルースモービルが拝めるなんてね。嬉しい限りっす。はいどーん。なんと壁にド派手な装飾が加わりました。各映画のポスターが並んでます。まだ途中みたいですが、非常にいいですね。ここでジョン・ベルーシとダン・エイクロイドの巨大な肖像が拝めるわけか。最高やね。ちなみによく見ると、バックトゥーザフューチャーのポスターは、日付が MER31、2026と書かれており、25周年の日にちなんでるんですね。粋な演出っす。あれ、3月ってマーチじゃなかったでしたっけ？ MER ってなんだよ。東京 MER か。DTP はめちゃ詳しい格好自称なので言いますが、こんな巨大な印刷物でミスなんてありえない話です。構成チームが機能してないってことですからね。なので、これは意図的なのでしょう。と、必死に信じたかったですが、どう見ても誤色な上、しかも翌日に修正されたそうです。部分的な差し替えではなく、全部取り替えたそうなので、とんでもない損失っすね。誰が責任取るのでしょう。まあ、いずれにせよ、このイベント自体はかなり素晴らしいものになるみたいなので、楽しみっす。ところで、ドクとブルース・ブラザースのグリってこのまま常設になると思いますか？どうなんでしょうね。さてさて、最近のアトラクションの待ち時間を見てみましょう。DJZ のアトラクションは回転率が桁違いにいいので案外待たずに乗れます。
これが本来のスペファンの実力なのですが、USJ は XR ライトだとかいうゴミみたいな運用方法ばかりしていたので、最近は待ち時間が本来の2倍にかさ増しさせられていました。全体的な混雑としては、一時期少し混んでましたが、また緩やかに下がってきている印象です。まあ Z 以外実質何もないシーズンですからね。任天堂エリアも正直大きな変化はないです。というか、ここはエリアそのものを入場規制しているので、極端な変化は常にないです。逆に定員いっぱいまで常に客を入れているため、曜日ごとの混雑の傾向だとかは誤差レベルでありません。どの日に来てもずっと混んでます。では、朝空いているうちにスペースファンタジーザライドクラブ Z リミックスに向かいましょう。いや、長いのでもう今後は Z ライドと呼称してもいいっすか？ 9 時35分、時点での Z ライドの待ち時間は25分でした。では早速行ってきます。とりあえず待ち時間も少ないので通帳列で並びます。アーシは空いていれば基本通帳列で並びますね。だってシングルだと相席でもいいですかってクルーが奇数グループに尋ねた時、すんげー嫌な顔するんですもん。おっと、やっぱり今回は途中の撮影スポットないのですね。アーシこれ大嫌いなので超嬉しいです。例えるならうんこの乗ったパフェくらい嫌いです。ところで天井にあるこれって何でしょうね。卑猥なものかもしれないのでモザイクをかけましょう。今回のコラボでは珍しく館内の撮影が OK らしく、このように従来ならある撮影禁止の看板は全て外されています。このアトラクションはたとえ友達のいないコミュ障でもクラブの気分を手軽に疑似体験できていいですね。9時55分乗ってきました。所要時間も合わせて20分で出てこれましたね。やっぱり本来のスペファンは回転率がいいです。ちなみに出口のところには Z のサイン入りのポスターもあります。誰も気づいてないのでアーシが露骨に写真を撮ることでアピールしましょう。では引き続きパークを回ります。あれ、スペースファンタジーステーションで何か工事をしてますね。何でしょうかこれ。窓は例によってすっかり覆われていて様子は伺えません。何してるんだろう。わかった、AV まあ、おそらく25周年用のショップだとかになるんじゃないでしょうか。夏になったらウォーターシューターを売ったりするような Z のショップの可能性もありますが、ちょっと時期が遅い気もしますね。では、お迎えの様子も少し紹介。先日から紹介しているスタジオスターズレストランの工事ですが、進捗がありました。万能版の囲いはすっかり拡大し、ペイントや幅木もすっかりされていました。囲いの中では植木がすべて撤去されている以外、大きな変化はないです。一時期、ここはポケモンエリアになると予想されていましたが、先日、正式に映画がテーマのままと発表されました。メニューが一新されるだけみたいですね。まあ、おそらく他のレストラン同様に自動生産になるのではないでしょうか。よく見ると黒いカーテンからうっすら中が見えるのですが、今のところ壁紙に変化だとかはないです。ところで、今回のメニューの一新により新しくハンバーガーが加わります。これに対して SNS ではバーガーばかりじゃんとの軽い批判もありました。そういえば USJ のレストランは最近どこもバーガーばかりっすね。マニュアル化しやすいからでしょうか。今のところギリギリ問題ないですが、あと1店舗でもバーガー屋が増えれば確かにバカの一つ覚えにはなりそうっすね。グラマシーパークでは先日行われたエニバルのイベントも終わり、次のイベントに向けてステージのデザインが一新されました。25周年カラーはこの派手な装飾で統一されているのですね。端っこには一応その時に書かれたフルーツジッパーなどのサインが残されており、写真を撮る人が多くいました。さてさて、25周年プログラムとして3月27日からまた新しいクロミライフとブルース・ビラツアーズのショーが始まります。で、2つのショーがなんと同じステージで開催されるという嫌がらせみたいな運用方式になるわけですが、ステージはこのようになっています。もうピンク要素は完全に排除されてます。さすがに世界観を両立する唯一の方法ですからね。モニターの左右にはネオンみたいなものも取り付けられ、夜のショーも楽しそうです。ところで、皆さんはブルブラのショーを覚えていますか？ショーの時間になると、ブルースモービルがやってきて、ここに停車し、キャストがステージに上がります。しかしブルースモービルは、今回、冒頭に紹介したように展示に当てられます。USJ が車を2台持っているとかでもない限り、今回のショーでは車の出番はないのでしょうか。あれを含めての魅力なので、少し残念ですがどうなるんでしょうね。そういえば、他のステージも含め、すべて、デザインは同じに統一されてるんすよね。さすがにちょっと合わせすぎな気もしますが。ニューヨークエリアも相変わらず工事だらけっすね。十中八九ここがポケモンの新エリアですので、当チャンネルでは断定して話を進めますが、このポケモンの範囲はどこまで及ぶんでしょうかね。ありゃりゃ、よく見ると、ここの看板も撤去されてますね。この建物も囲われちゃうのかな？ただ、この看板は確か少し前に改修を終えたばかりなので、もう捨てちゃうのって印象がすごいですが。いや、まあ改修というのは安全のための義務ですので、そこはあまり関係ないのでしょう。裏路地でも工事をしていますが、これはおそらく、ただ床のスロープをフラットにしただけです。ここで TikTok 撮ったことあるので覚えてますが、別にそんな危険でもなかったですけどね。まあ乱れ意味もなく坂道はいらないということでしょう。2月27日はポケモンの誕生日で、しかも30周年ということで、その日に詳細は発表されるのではないかと言われてますが、どうなるでしょうね。もしそうである場合、早ければ3月にも開業しそうではありますけど。
USJ はもうギリギリまで発表は伏せるタイプなので発表したら進むのはあっという間です。2月27日に詳細発表、2週間後に先行体験、3週間後にオープンなんていうめちゃくちゃをやりそうではありますが、ミニオンパークの工事も相変わらず変化なしです。いや、これを機にミニオンパークに吸収させるなんてことしませんよね。でありゃ、ミニオンブラストが、70分待ちやと。そんなに待つほどの価値もないやろ。確か、ミニオンブラストって回転率の良さが売りだったと思うんですが、安全の問題だとかで動く歩道に乗せれる乗員数を制限されちゃったらしいんですよね。なので、回転率は本来の半分になっているのではないかという見方もあります。数少ない長所なのに、まあそれでも回転率はそこそこいいので、案外サクサク乗れるみたいですけどね。それでも70分待つ価値があるのかは知りません。では、ジュラシックパークエリアに向かいましょう。そういえば、冒頭で紹介した中国の人は少ないのかという話ですが、そうですね。確かに多くはない気がします。いつもならもっとうじゃうじゃいる印象がありますが、今日はさほど。普通に他のアジア人やなんなら白人の方が圧倒的に見かけます。パーク内の外国人比率はかなり高いですが、その多くは別に中国の人ってわけでもなさそうです。なので、中国政府の日本ゴッサムシティ化計画は一定の効果が出てるようです。そんな話をしてるうちに着きました。12時15分時点の待ち時間は、ごまちゃんが90分、チュラパが55分。ハリドリが運休だからか、肌感若干混んでますね。そういえば先日動画でも紹介したザクザクスパイシーチキンですが、販売してませんでした。美味しかったのに短命やったな。平野さん、今日もぶっちゃいくでちゅねー。先日ダイナソーグリーティングが千秋楽を迎えたため、今、このエリアにアトモスはありません。なので、恐竜がうろうろすることもないです。ただ3月4日からまた、昨年好評だったジュラシックワールドジャーニーが復活します。なので、また盛り上がりそうですけどね。ちなみにジャイロスフィアは一度も撤去してないので、いつでも取れます。ここにジャイロちゃんを残してるということは、パレードではもう使わないのでしょうか。では、任天堂エリアに向かいます。今日は結局、終日ずっと整理券は不要でした。最近、こういう日もちょくちょく増えていますね。整理券対応っておよそ何年後まで続く予定なんでしょうね。任天堂エリアって袋小路になっている時点でゲストの流れって非常に悪い印象もあるので一緒でしょうか。では今日の混雑度はどうなってるでしょうね。USJ 情報局 LCA Studio USJ kanji I don't know LCA Studios 中はかなり混んでいます。というか任天堂エリアはいつもずっと同じくらい混んでいます。いつも満員状態なんですよね。任天堂エリアは道が狭いのもあって毎日が初詣って感じです。ぶっちゃけここのエリアは肌感キャパいっぱいまで詰め込んでるので常に混んでるし空いてるだとかいう概念がない。逆に言えば混雑は一定といった印象です。ではそんな今日の待ち時間を見てみましょう。12時35分時点での待ち時間はマリオカートが130分。めっちゃ長くて草。ヨッシーアドベンチャーは70分でした。よっぽどこれ目当てで来たとかでなければきつい待ち時間っすね。入店予約が必須のキノピオカフェですが本日は整理券なし。つまり並んで入られるそうです。ちなみに待ち時間は70分だそう。そういえば最近新しくピクミンのぬいぐるみキーホルダーなんてのが出ました。お値段は2300円。種類は赤いの、青いの、電気のやつの3種類です。では、ドンキーコングエリアはどうなってるでしょうね。ここも相変わらずいつもすごい人でキャパオーバーって印象です。ですが、あれ今日はかなり空いてますね。いや、空いてるというか、本来あるべきエリアの姿って感じですね。いつもならクレイジートロッコの待ち列がエリア中でトグロを巻いているので、これは待ち時間短いんじゃないでしょうか。130分待ちでした。めっちゃ混んでますが、クレイジートロッコ基準だと比較的マシな方です。このライドはいつも170分とか余裕で超えるので、ちょっとせっかくなので乗りたいところなのですが、この後予定もありますので、早く帰らないとダメなんですよね。なので残念ですがスルーします。ここがいつもより空いてたのは意外ですね。いや空いてはいないんですけど。ではアミティをブラブラ。この道は USJ 屈指の混雑度に左右されやすいスポットで個人的に指標にしてたりしますが、まあ普通に賑わってるなという印象。ひどい時はもっと朝の駅みたいな状態ですし、閑散期はほんとガラガラなので、まあ中間くらいですかね。いかにも閑散期は過ぎたなという印象です。最近アミティボードウォークスナックの建物で改修が始まりました。ラグーンの下まで足場が組まれ、工事用のシートがどっぷり水に浸かってますけど、こちらの工事もなかなか大掛かりそうです。
アミティではここ2年くらいであらゆる建物が大規模な改修を受けています。そう考えるとアミティってまだまだ運営はするつもりなんでしょうか。いや、この手の保守管理はあくまで安全のために義務的にしなくてはいけませんので、あまりアトラクションの存続と直結して考えるのは良くないですが、いずれにせよ、アミティにはかなりの投資もされており、正直存続するつもりなのかどうか、非常に謎な部分は多いです。まあ、乗れるうちにたくさん乗りましょう。では、ジョーズの様子も見ましょう。外のQラインには誰も並んでないですね。13時25分、時点のジョーズの待ち時間は50分でした。あ、ジョーズさん、今日もかわいいでちゅねではハリーポッターエリアに向かいます。少し確認したいこともあるので、このエリアは今日も賑わっていますが、まあ特筆するほどでもないですね。アトラクションは大して空いてもいませんが、ハリポタエリアってかれこれ11年もありますんで、地元民で溢れ返るってことは肌感あまりないんです。来場客の多くは他県民だと思います。なので今日も観光客の割合は多いでしょうね。そういえば2月1日からホグワーツ特急のフォトオポチュニティが復活したそうです。何それって思った人もいるかもしれませんが、この横にあるホグズミード駅の中には一応客室も再現されており、その中で写真が撮れるのです。ですから今日は駅員の格好をしたクルーもいますね。久しぶりに見たな、この人たち。確かコロナ禍で封鎖されてから再開してなかったんですよね。ちなみに写真台紙とダウンロードがついたお値段は2200円です。ホグワーツ生の仮装でもして友達と撮ってみてはいかがでしょうか。ではアトラクションの混雑度を見ましょう。13時40分、時点での待ち時間は、フォービドゥンジャーニーが60分、ヒッポグリフが75分でした。ところで、実は、フォービドゥンジャーニーは、昨年の12月から、ビークルが少しリニューアルして、いくつかの機種で活性が出る機能が搭載されたらしいんですね。海外では、すでにあると聞いていたものです。しかし、すべてが置き換わったわけではないようで、アーシは未だにそれに当たったことがありません。ということで、今回は、それ狙いで乗ってみようと思います。もちろんシングルで、ただ、この後予定があるせいで、あまり長居は、できないんですよね。一発で当ててみせます。ってうげ。最後尾ここかよ。シングルライダーにしては、ちょっと混んでますかね。まあそれでも、すぐ乗れるでしょうけど。はい、乗ってきました。結論から言うとですね、外れでした。旧型ってやつでしたね。では、時間ないけど、もう一回乗ってきます。次こそ当ててみせます。開示だって言ってたじゃないですか。今、風向きは完全にこちらに来ています。はい、2回目も外れでした。帰りましょう。ちなみに、どういった違いがあるのかテストシートで説明するとですね、って思ったんですが、テストシートに再現されてなかったので、口頭で説明します。セーフティーバーの上のあたり、左右にスピーカーがついてて、その間にスペースがあるんですね。そこにファンみたいなのが加わって、風が出るようになったらしいのですが、まだまだ更新途中のようで、当たる確率は低いそうです。ちなみに、おおむね臨場感が増していいそうですが、関係ないシーンでも、ひっきりなしに風が吹くこともあるそうで、そのあたり、演出が安定していないようです。今後、個体数が増えれば当たるのかな。ではそろそろ帰りましょう。ハリウッドドリームザライドでも25周年の企画があり、まず、フォワードでは USJ のためにバウンディが書き下ろした新曲、デスティニー・ジャーニーが3月4日から、そして、バックドロップでは3月21日から3回に分けて順次、歴代の周年ソングが聴けるようになります。アーシはオン・アワー・ウェイが大好きなので、非常に楽しみっすね。っておっと。そうだった、ハリドリって今リハブ中なんですね。バックドロップは3月20日まで、フォワードは2月21日まで休止です。そういえば、名探偵コナンと呪術廻戦のストーリーライドも本来ならもう始まっているはずですが、見事に休止期間とダブってますね。あ、そうだ。言い忘れていましたが、It's So Fluffyが2月23日をもって終了するらしいっすね。なんですが、どうやらバタバタしてるようで、閉店は延期になったそうで。あ、閉店するのは確定なんすね。幼稚な推理ですが、あーしこれポケモンのショップになるんちゃうかなって思ってるんすよ。まず、第一に、ハリウッド大通りって、原則としてキャラクターのショップが並んでるんですね。そして、その多くは、ファサードをさほど魔改装しているわけではないです。となると、このブラウンダービーの帽子は、色を塗り替えるだけで、モンスターボールに。まあ、それをするかはさておき、やりそうだなって。ここで、いや、店内が狭すぎると思うでしょうが、そうでもないです。実は、このショップは、隣接する、スタジオスタイルっていうお店と繋がっています。スタジオスタイルは、特定のテーマはないですが、現在は、実質、ミニオン専門店になっていますね。このスタジオスタイルでもポケモンのグッズを売れば、店舗は2つに分かれているけど、実質、大きなポケモンショップにできなくはないです。あくまで、そういう方法もあるってだけですがね。最近、ただの予想でも、頭ごなしに否定する人が多いので、疲れるんすよ。最後に、今の USJ のまとめですが、まあ以前の閑散期は、すっかり過ぎて、賑わっているなぁという印象です。中国の人はそうですね。そんなに多くはなかった気がします。普通に白人や他のアジア人の方が目立ってましたし、任天堂エリアはもちろんのこと、ハリポタエリアなども混雑しています。
ただし、Z ライドは非常に回転率が良く、思ったほどは並ばないというのが救いですね。他の往年からあるアトラクションもそこまで混んではいないので、効率よく回れば過ごしやすい気はするんだぜ。では、今回の動画はこの辺で、また次回にご期待ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。